私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の実だ果実だけは食べてはいけない。触れてはいけない。死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存じなのだ。女が見ると、その木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ、賢くなるように囁っていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べていいと言った。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一時の葉を取り合わせ、腰に覆うものとした。その日、風の吹くと吹く頃、主なる神が闇の中に歩いて音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、主なる神がアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が雲の中に聞こえたので恐ろしくなり、隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムが答えた。あなたは私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に、私は息を置く。彼は、お前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。本日はこのところを通して、から何年かこうしてのことと題して皆さんおはようございます。イランさんでズーム。はい。外でもよろしくお願いします。じゃあ最初にちょっとお祈りしましょう。神様、今日私たちは最初の罪犯すことについて聞きました。それはすごく残念です。私たちはその例を私たちの人生に何回も真似をしました。許してください。今日そのことをもうちょっと分かるために、助けてくださいますようにお願いします。私たちはあなた様の犠牲、十字架で私たちの罪を許すために本当に感謝します。主イエス・キリストの皆によってお捧げします。Well, last month we talked about suffering. 先月私たちは苦しみについて話しました。We talked about types of suffering and reasons for suffering. 私たちは、苦しみの、種類ですね。あと、苦しみの様々な理由について、話しました。So today, let's talk about some of the surprises we have in life. 今日はですね、人生に起きて起こる、いろいろな驚きについてお話をしたいと思います。I'd like to make a series of this topic. 私はこのトピックですね、テーマを、シリーズでお話をしたいと思っています。And in this series, discuss various events we see in the Old Testament and New Testament. これからシリーズで、旧約聖書、新約聖書のこの聖書の中に起こった歴史的な出来事を見ながら、
そういったことについて、予期しないことについて考えていきたいと思います。So let me put it more dramatically. 少しこれを劇的なにしてみたいと思います。You will have the unexpected happen in your life. あなたは人生の中で予期しないこと、あなたに予期しないことが起こります。It'll be something different than what you are used to. それは普段していることと全く違う何かです。And it will be bigger than you can imagine. それはもう想像もつかないような大きなことです。It could be a tragedy. それは悲劇かもしれません。It could be a challenge. それは挑戦かもしれません。Whatever it is, you won't see it coming. なんであれそれが起こるということはあなたはわかりません。What will you do? そんなことがあったらどうしますか？ So we'll look at various events in the past and see how others reacted to the unexpected. 今日はですね、私たちに起こる、いろいろな出来事、過去の出来事について、他の人がそういったことに遭遇したときにどうしたかということを見ていきたいと思います。So this will help us as followers of God to be victorious when the unexpected comes. そのことで何か予期しないことが起こったときに、私たちは神を信じる者としてどのように勝利を収めることができるか、そのことの助けになります。The first human drama in Scripture is Adam and Eve. 聖書の中でこのドラマ、最初のドラマはアダムとイブに起こりました。It's a 6,000-year-old story, but it has a lot of truth for us. それは6000年前の出来事ですけれども、現代の私たちにも関連する多くの真実が含まれています。So let's look closely at this story. このお話を詳しく見ていきましょう。How does it begin? どのようにそれは始まりましたか？ It begins with God. それは神と共に始まりました。I guess this is our first surprise. それが、最初の驚きになると思います。Have you considered how amazing the creation is? あなたはこの神の創造というものが本当に驚くべきものであることと考えたことありますか？ A being from outside this physical world makes something happen. この物質の領域の外にある存在が、言葉によってこの世界に生きるものを作ったのです。Wow! 驚きです。Not only that, he does it in only 6 days. それだけではなく、これをたったの6日間でしたというのです。Wow again. Then he creates our forefather and breathes life into him from himself into the dirt. そして、神は私たちの先祖を作りました。それは土の塵にご自身の命を入れられた。そのようにして人を作りました。Wow again. これも驚きです。God took part of his own life and put it into us. 神はご自身のその命の一部を私たちの中に吹き込まれたのです。So we can see the creativity of God. このように私たちは創造性に富んだ神の姿を見ることができます。What else do we see? 他に私たちには何がわかるでしょうか？ We can see his power. 神の力がわかります。What else? 他には何でしょうか？ We see his love. 神の愛を知ることができます。Giving life from himself was a great act of love. ご自身の命を吹き込まれたということが素晴らしい愛の行為です。Then he gives Adam the opportunity to participate in God's plan. そして神はアダムに神のご計画に参加する機会を与えました。Adam can name the animals. アダムに動物の名前を付けさせました。Not only that, he's made the steward of the garden. それだけではなくて、アダムがその神の園の管理者となりました。So we have a nice list of positives. これまでですね、良いところ
見ることができました。But it doesn't stop there. でもそれだけで終わりではありませんでした。God has fellowship with this human He created. 神は、ご自分が作ったこの人間と親しい交わりを持っていました。They walked together in the garden in the cool of the day. 涼しい風が吹く頃、神と人間は一緒に歩いていました。And then, not hesitant to share Adam's company with another, He creates Eve. 神はこのアダムとの関係を一人占めにするのではなく、それを分け合う、イブという存在を作りました。So we see that God is generous in His relationship with others. ここから神というのは、他者との関係の中においてとても心が広い、そういう存在であることがわかります。Now let's turn to the evil part of the story. それでは、このお話の、悪い面について見ていきましょう。Satan shows up. サタンが現れます。For the humans, this was unexpected. 人類にとって、これは予期せぬ出来事でした。So far, the only one they'd spoken to was God. これまで彼らに話しかけていたのは神だけでした。So, other creatures can talk too? 他の生き物も喋ることができたのでしょうか？ What a surprise. これはびっくりすることです。Another surprise was the way this creature talked. また、さらに驚くべきことは、この生き物が話すその話し方です。He spoke well. とても上手に話しています。He had bold ideas. 彼には大胆な考えがあります。His ideas were different than what God had said. 彼の考えというのは、神の考えとは全く違っています。Where did he come from? この生き物はどこから来たのでしょう？ Was he like God? この生き物は神のようなものでしたか？ He contradicted God, even accused God. 彼は神に反抗し、神のことを批判することさえもしました。Now let's go to the human part of the story. このお話の人間の側はどうだったかについて見てみましょう。We don't know how long it took for the first couple to sin. この人類最初の夫婦が罪を犯すまでどれくらい時間がかかったかわかりません。Eve met the serpent first, and Scripture says that she was beguiled. まず、イブがこの蛇に会い、そして、彼女は騙されたと書いてあります。What tools did Satan use to beguile her? サタンはどんな方法を使って彼女を騙したのでしょう？ He casts doubt on what God said. 彼は彼女に神の言ったことに対する疑いを起こさせました。Then he accuses the integrity of God. そして神の信頼性、神は信頼できないということを言いました。Then he makes a promise about the rebellion that is untrue. また、神の約束は嘘であるということを言います。Then the woman becomes the temptress. そして、女は惑わされてしまいました。The man was not fooled or beguiled. しかし、男の人の方は騙されたのではありません。Adam chose the relationship he had with his wife to the relationship he had with God. アダムは神との関係よりも、彼の、妻との関係の方を、選んだということです。Now let's look at how things unfolded after that. この後どのような結果になったかを見ていきましょう。Adam and Eve realize that they have sinned, they are naked, and they cover themselves with leaves. アダムとイブは、彼らが罪を犯したことを知り、そして、裸の体を覆う葉っぱで覆いました。Sin made them self-conscious. 罪というのは、二人に自分のことを分からせた、自己を認識させました。They felt guilty. 彼らは罪悪感を感じました。Then God comes by for fellowship. そして神はまた人と
交わろうとしてそのに来ます。He doesn't see his children. そして彼の子供たちを見つけることができません。Adam, Eve, where are you? アダム、イブ、どこにいるのか。They answer from a hiding place. 二人は隠れているその中から答えます。God asked them, why are you hiding? Did you disobey? 神は聞きます。なんで隠れているのか？あなたたちは私に背いたのか？ Eve blames the serpent. イブは蛇のことを責めました。Adam blames Eve. そしてアダムはイブを責めました。So we see the first results of sin. ここに罪の最初の結果を見ることができます。In English, we call this the blame game. Someone else is responsible. 英語、アメリカではこれをブレイムゲームと言いますね。罪のなすり合いですね。他の人に責任を転嫁するということです。So God, at this point, as the first animal sacrifice, He kills animals, makes clothes out of their skins. そして神は、この時、最初の動物の犠牲というものを作りました。動物を殺して、葉っぱの代わりにその皮を二人に着せてあげました。God announces judgment on the serpent and on the woman and the man. そして神は、この蛇と、そして男と女に、その裁きを言い渡します。They are driven from paradise by an angel. この二人は、この楽園から追い出され、そして天使がそこに入れさせないようにしました。Flaming sword keeps them from the tree of life. 燃える炎の剣が、命の木の周りにあって、それを守りました。So, you've heard this story. Why do we repeat it? もうすでに皆さんこの話をよく知っていますが、なぜこれを繰り返すのでしょうか？ We'll look at the story from different glasses today. 今日はですね、この物語を違った眼鏡を通して見てみたいと思います。Our title is The Unexpected. 今日のタイトル、題は Unexpected 予期せぬことです。When Adam and Eve woke that morning, they had no idea that they would meet the serpent. アダムとイブがその朝目覚めてから歩いていたとき、この蛇に出くわすということは全く想像していませんでした。Maybe the serpent had met them earlier and tried to make friends with them. もしかしたらもっと前から蛇は二人に会って仲良くなることもできたでしょう。But they never expected what would happen. でも二人はこのことが起こることは全く想像していません。予期していませんでした。What did they feel when they heard these things from Satan that made them change their understanding of the world? 二人がサタンからそれまで知らなかった自分たちのいるこの世界について聞いたとき、それを初めて知ってどういうふうに思ったでしょうか？ Evil is tricky and convincing. 悪というものは巧妙で、そして説得力があるものです。We don't know if Eve told Adam everything that the serpent had told her. イブがですね、アダムに日々から聞いたことをすべて伝えたかどうかわかりません。But I think Adam would want a lot of details before deciding to disobey God. でも、アダムが神に反抗するということを決断するためには、たくさんその詳細を知る必要があったと思います。So 1 John 2:16 tells us that all that is in the world is the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. 第一ヨハネ2章16節には、すべて世にあるものは肉の欲、目の欲、生活のおごりであると書いてあります。And so for Eve, the fruit looked beautiful, it tasted delicious, and she would be like God. イブにとって、この実は
とても美しく、そしてそれは美味しく、そして、神のようになれるというふうに思いました。So her attitude was just like 1 John 2:16. ですから、彼女の態度というのは、この第一ヨハネ2章16節に当てはまります。What about Adam? アダムはどうだったでしょうか？ He chose to please his wife instead of pleasing God. 彼は神よりも妻を喜ばせることを選びました。As a result, they lost paradise, they lost blessing, and they would die. その結果、二人はこの楽園を失い、そして、死ななければならないことになりました。Doubt, lust, pride, and disobedience bring bad results. 疑い、また肉の欲、また生活のおごり、神に対する反抗がこの結果を招いたのです。Did the first couple miss their walks in the cool of the day with the Lord? この二人の夫婦は、この涼しい風の吹く時間に神と親しく交わるということを、恋しく思わなかったでしょうか？ I'm sure they regretted their actions. もちろん後悔したと思います。So God's judgment sometimes seems severe. ですから神の裁きというのは時にとても厳しいものに思います。It is severe, and it's filled with grace. 確かにそれは厳しいものですけれども、それは恵みのある厳しさですね。恵みに溢れています。God is holy, He must judge sin. 神は清い聖なるお方でありますから、罪を罰せずには置けないのです。So at the same time, we see the awful results of sin. で、同時に私たちはこの罪の恐ろしい結果を見ることができます。Adam and Eve and humans' relationship is severed from God. アダムとイブ、そしてその後に生まれる、将来の人類は神から、神との交わりというものを断たれてしまいました。断絶が起こってしまいました。Death enters the universe. そして死というものがこの世界に入りました。But as for the grace of God, God moves them away from the tree of life so they don't become sinners for eternity. しかし、これも神の恵みでした。彼らが永遠に罪あるままで生きないように、この命の木を守られたのです。As for the future, He tells them a deliverer will come and save them from Satan. そして、将来的には、神は救い主がやってきて、彼らをサタンから救うということを、約束しています。The deliverer will be wounded by the serpent. 救い主はサタンとの戦いによって傷を負うというふうにも書いてあります。This is the first messianic prophecy. これが、本当に最初のメシア、救い主についての予言であります。The Savior will defeat Satan. そして、救い主はサタンに勝利します。And their day in paradise ended in exile and death. ですから、この楽園での生活、楽園での日々というものは、追放と死で、終わることになってしまいました。When the unexpected came, they failed. 二人は、この予期せぬことが起こった時に、失敗してしまったのです。Unexpected events and outcomes are coming your way. このような予期せぬことというものは、私たちの歩みの中にも起こり得ることです。What will we do when they arrive? これらに遭遇したとき、予期せぬことが起こったとき、私たちはどうするべきでしょうか？ Will you fail? あなたは失敗しますか？ We see that doubt, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life lead to disobedience.
ままで疑い、そして、肉の欲、目の欲、そしておごりというものが神への不従順を生むということを私たちは見ました。So disobedience has consequences. 神に背くことによってその結果起こることがあります。Sin has bad results. 罪というのは本当に悪い結果をもたらします。Not following God only leads to unhappiness. There is no fulfillment outside of God. 神に従わないということは、不幸に導くことになります。そして、神から離れては永遠に続く、満足感というのは、与えられることはありません。If you don't want to be beguiled, don't listen to doubt. Listen to the promises of God. もしあなたが惑わされたくなかったら、疑うことはやめ、そして神の約束、疑いに耳を傾けるのではなく、神の約束に耳を傾けなければいけません。Trust God. 神を信頼しましょう。And don't choose others before God or even yourself. 神よりも他の人たちを選んではいけません。自分自身さえも神よりも、大切にしてはいけない。選んではいけないということです。Fellowship with God is your most important relationship. 神との関係が最も大切な、関係です。So only blood can atone for sin, and Jesus gave his blood for us. そして、血というものだけが、罪を清めることができます。イエス・キリストはその彼の愛を示されました。So fig leaves or good works or good intentions will not bring forgiveness. ですから、イチジクの葉や、また良い行い、また良い、心がけ、そういうものは、許しをもたらすものではありません。You may think there is another way, but you will be disappointed. Only Christ saves. 他に許される道があるかと思うかもしれませんが、キリストの犠牲の他にはその道はありません。あなたはがっかりすることになります。もし他の道を選ぶなら。If you don't want to fail like Adam and Eve did, when the unexpected comes, don't give in to doubt. もしアダムとイブのように予期せぬことが起こったときに失敗したくなければ、疑いというものを消さなければいけません。Make faith a habit every day. 信仰、神への信頼を毎日の習慣としましょう。If you don't want to fail when the unexpected comes, make obedience a habit. Obey God every day. もし予期せぬことが起こったときに失敗したくなければ、この神への従順というものを習慣にしましょう。神に毎日信頼し従いましょう。Trust and obey, and you will be happy. 信頼し従うならば、あなたは永遠に幸福であることができます。Amen.